そういう形で活動を行っています。すいません、もうやっぱり高く盛れば盛るほどナイフとフォークで食べた平たいものは手で食べる、小さいものは手で食べる、そういう風な食べ方になっています。ロブロはライ麦パンっていう意味なんですけれども、デンマーク語で発音しますと「お」と言います。でもありますよね。おです。でこちらのライ麦がデンマーク1000年以上にわたってデンマークで食を支えてきた穀物になります。デンマークではライ麦の他にカラス麦、それから大麦ですね、この3つがメインでして、小麦も少量でしたけれども取れていたと言われています。ただみんなの口に入るのはライ麦と大麦だったんですね。でカラス麦は飼料として使われていました。でライ麦はパンに使って、で大麦はビールの原材料として使われていたというふうに、ざっくり申し上げるとそういう形になります。ただライ麦が皆さんの暮らしの中で1年間ずっとライ麦だけでパンが作れるような状況は本当に最近になってからで、実際には大麦が入ったりカラス麦を入れたり、さらには雑草とかも入れたりとかですね、もうひどい時になると藁まで入れていたっていう、そういう形でパンを作っていました。で少しここでライ麦文化圏の話をしたいんですけれども、デンマークはライ麦文化圏のちょうど真ん中の高さに、緯度の高さにあります。でこのライ麦文化圏の下が小麦文化圏なんですね。ですからいわゆるフランスですとかイタリアとか、そういうその他のオーストリアとかも全て小麦文化圏です。小麦文化圏で作られるライ麦っていうのもライ麦パンもあるんですけれども、もともとはその貧しい人が食べるのがライ麦パン。それで後期になればなるほど小麦を食べるっていう風な習慣がこちらのその今下の方ですね、小麦圏ではありました。でもそのライ麦ではライ麦の特徴は小麦でできない小麦がその栽培できない冷涼な土地でもできるんです。でおまけにとても痩せた土地でもライ麦が育つんですね。でその上の方なんですね、そのライ麦文化圏の上、実はこちらがその北欧メインになるんですけれど、フィンランド、スウェーデン、ノルウェー、いずれもライ麦パンの文化がもともとありません。育たなかったんです。何が育つかというと大麦とカラス麦でした。だからそのパンには向いてない麦しか育つことができなかったので、スウェーデンとノルウェーではなんていうのかな、発酵させたパンの文化がないんですね。それはもう本当ここ150年しか文化がないって言われてます。もともとデンマークからノルウェーの方に船で行ってた便がありまして、その船の港にはパンが焼かれてたっていう歴史はあるんですけれども、それ以外の内地っていうんですかね、その港から離れたところには全く窯が見つかってないんですね。スウェーデンも同じだったと言われています。そのスウェーデンとノルウェーに何があったかというと、クネッケなんです。皆さんご覧になったことありますかね。丸い甲板で穴が開いてて、そこに紐を通して吊るしとくのですね。それがそのクネッケ文化がデンマークにはなかったんですけれども、そのパンが焼けなかったノルウェーとスウェーデンにあったと言われています。こちらはそのロブロの話に戻りますけれども、そういう環境で作られてきたパンがロブロなんですね。ライ麦しか取れなかったのでライ麦で作った、ただそれだけなんですけれども、そういうことをしているうちにそのライ麦が発酵してサワー種になって、それで美味しいパンを作れるようになった時、美味しいパンというよりは日持ちがするパンが作れるようになったっていう方が正しいと思います。昔ライ麦パンロブロは1ヶ月に1回しか焼けませんでした。共同の石窯があって、それにその1ヶ月に1回窯を起こして、男の人が窯を起こして、また男の人がその起こす時にもう片割れというかね、村の半分ぐらいの男の人がその麦をひいて、そのひいた麦を女の人がこういうおばあさんですけどこねまして作っていたんですね。でこの面白いところは、これを焼いた後なんですけれど、焼いた後に生地
が残ります。それを洗わないで乾かしたものがサワー種だったって言われてるんです。それを今度使う時に水で戻して少し粉を餌のように与えて、それでもう一回サワー種を起こして、そこで新しいライ麦を加えてロブロを作っていたそうなんですね。でも私最初にロブロってどうしてみんな1ヶ月に1回しか焼かないのに、サワー種冷蔵庫もないのに1000年前に持つんだろうってずっと思ってたんです。そしたらようやく最近になって本を書く頃だったんですけれども、ようやく昔の文献が見つかって乾かしてたんだっていうのが分かって、とっても納得できることだったんですけど、どこにも書いてなかったんですね。はい、でそういう農村でのライ麦パンの作り方を経て、1850年ぐらいですか、産業革命があって窯ができます。窯を起こすのがとても大変だったので、その窯を起こすっていう作業をパン屋がしてくれることで農村がそれぞれやらなくても済んだっていうことと、もう一つはその頃に大きな都市ができるようになって、例えばコペンハーゲンなんですけれども、その城郭都市だったんですね。いわゆる城壁がある都市です。でそこでみんながロブロを焼くと火事になる確率が多いので、火事になる確率を少しでも減らすために全てパン屋さんが焼いていたと言われています。もう一つはですね、その頃にできた鉄製のオーブンは皆さんご覧になったことがあると思うんですが、黒くって上に調理台があってくべるところがあって、本当にちっちゃなオーブンがあるんですけど、それでロブロが焼ける90分で180度なんて誰も調節できなかったんですね。だから家庭では焼けなかったパンだって言われています。はい、でロブロは1000年の歴史でって皆さん言ってくださってるんですけど、それは本当に暮らしの過程、もうこれしか食べるものがないみたいな時もあって、それを食べるのにもバラを混ぜて食べたっていうことが、その話がたくさん残っているぐらい本当に貴重なものでした。ライ麦だけで作ったロブロっていうのは本当に意味があるものだったんですね。でそういうものは結婚式で食べたりとか、収穫祭で皆さんに振る舞ったり、あとは子供の健康を願ったりとか、結婚生活の円満を願ったりする、そういう祈りの対象になっていました。でもそのロブロが最近また新たな将来性を大きく秘めているものだというふうにデンマークでは言われています。で環境負荷が低いということと、これは昔から言われていたことなんですけれども、こちらの大きな将来性ね、こちらがもう一回再注目されています。だから何か一つの文化を日本に取り入れるっていう時に、もちろんもう倉本さん以前に作ってる日本のパン屋さんもいらっしゃいますし、そういう方たちの方がもしかしたらもっともっと存じてるのかもしれないんですけど、でも、こうやって新しいものを取り入れる時に今現在向こうでは現地では人気なものみたいなのはある。でももっともっと根源の部分というか、もっと歴史的背景とかそういうものも含めて僕らが知った上で、その上で日本らしく自由な発想でロブロを作ってもいいんじゃないのかな。でもそれをするにもやっぱりまずは本当の歴史みたいなものっていうのを、あと栄養的な観点とかからの知識みたいなのをまず入れるっていうのが、それがロブロは今回この倉本さんの教科書を経てすごく僕たち日本のパン屋は幸運な出会いをしたなっていうのを感じていて、もうただただ感謝ですね。例えばナポリピッツァみたいに巻き釜が一番いいんだよっていう形で入れてきてくれたおかげで、今でもガス火とか電気釜とか他の業態の調理ではそれが全盛なのに、ナポリピッツァでは巻き釜が一番いいよねみたいになっているように、最初の時点で本物で、しかも根源的なものみたいなのを知れるっていうのは本当僕らにとっては喜びでしたなというふうに感じてます。本当ありがとうございます。
栄養面だったりとか食べることでの心の豊かさだったり体を豊かにするということだったり未来につなげていくことだったりそういったことの一つのきっかけとして、ロブロスに限らずだとは思うんですけれどももし今回来ていただいた方でご興味持っていただいた方はぜひみんなでそういったことを考えながらパン作っていくのも素敵なことなんじゃないかなって思